お疲れ様です。ジェラードです。この動画はモンハンワイルズキーマウ片手剣ミリシラから初級者脱出講座です。主に今作からモンハンを始める方、別武器から片手剣を使ってみようとしている方、キーマウで片手剣を扱う方に向けての動画になっています。それでは早速始めていきます。まずモンハンミリシラの片向け片手剣キーマウ講座ですが、モンスターに向かって左クリを連打しましょう。 WASD でモンスターに近づきながら左クリ連打。なんかチャンスだなと思ったら左右クリ同時押し、その後に左右クリ同時長押し。これで OK です。あとはキーボードの R を押している間ガードの構えになります。その状態で左クリを押すと滑り込み斬りが出ます。長い無敵時間、移動距離、それなりの威力の最強技なので、これでモンスターに張り付きましょう。あと R をしっぱでガードしている間右クリを押すとガード斬りが出ます。この技を振っている間はガードしている状態なのでモンスターの攻撃を防げます。連打 OK 以上です。左クリ連打、締めに左右から左右長押し、ガードして左クリで滑り込み斬り、ガードして右クリでガード斬り、以上です。これだけできればモンスターと戦えます。ガチです。ただそのうちこれだと物足りなくなる瞬間がやってくるかと思います。そのような方は続きをご覧ください。さて、それではここから片手剣初心者脱出講座を行います。モンハンが少し分かってきた方、片手剣の動き方をもっと知りたい方、キーマウで片手剣を操作したい方に向けての講座となります。なお、これ以降は左クリを左、右クリを右、ガードを R と表記していきます。紹介内容は大きく3つ。片手剣の基本コンボ解説、できると偉い片手剣の立ち回り、ざっくりスキル紹介です。それでは早速見ていきましょう。1、片手剣基本コンボ解説。その1、移動斬りコンボ。左、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 左右、左右長押し。左を4回押した後に左右単押しでつむじ狩り、その後にため切り落としを出します。ダメージはそこそこですが移動しながら出せるのが強みです。ため切り落としの後はスペースで回避または滑り込み切りでその場から離れるか、安全そうな時はガード切り、左でキャンセルし、また移動切りコンボにループします。ちなみに W をしっぱだとどんどん画面の奥に行くのでダウン中は移動に注意しましょう。その2、水平切りコンボ。ニュートラル右、右、右、左右、左右長押し。現時点でのメイン火力ともいえるダメージ、出しやすさ、切れ味セーブに優れた連携です。ニュートラルとは移動キーを入れずに右クリックを押すという意味になります。片手剣は移動キーを入れずに右で水平切りが、移動キーを入れながら右で縦殴りが出ます。水平切りと縦殴りから出るコンボは別のもので、水平切りコンボの方が強いです。右を3回振ったら移動切りコンボ同様、左右、左右長押しで締めましょう。なお、もし縦殴りが暴発したらそのまま縦殴りを2発追加し、左右、左右長押しで締め、ため切り落としの後は移動切り同様、回避または滑り込み切りでその場から離れるか、安全そうな時はガード切り、左でキャンセルし、また水平切りコンボにループします。基本的なコンボは以上です。ちなみに強いとされている三角三角丸々、左左、右右、ループに関してですが、そもそも触光の相違を装備していないと DPS は水平切りループより低いにもかかわらず入力が非常に難しい、被弾リスクが上がる、切れ味消費がやばいなどの理由により全然初心者向きではないので、本動画では細かな紹介や解説はしません。それでも使いたい、TA の真似がしたいという方は触光の相違を着ている間、モンスターの麻痺またはダウン中にだけ使いましょう。なお、三角三角丸々ループの性能検証動画を別途作成しました。概要欄にリンクを貼っておきますので、気になる方はご覧ください。また
大技のジャストラッシュについて軽く触れておきます。集中モードから方向キー後ろと右クリ同時押しでバックステップ、ステップ中に左、体が光ったら左、また光ったら左、また光ったら左、飛び上がったら右か左右が、現時点では基本コンボの方が使いやすくダメージも同じくらいなので狙いません。まずは紹介した基本コンボが無意識に使い分けできるまで練習しましょう。2、できると偉い立ち回り。ここからはできると偉いキーマウ片手剣の立ち回りについて解説します。1つ目、キーマウなら集中モードが強い。今作から追加された集中モードですが、片手剣とは非常に相性が良いと思います。移動切りは通常時は向きが固定なのですが、集中モードだと常に画面中心に攻撃が出ます。これによりマウスでモンスターを捉えつつ移動しながら攻撃を繰り出すことができます。滑り込み切りも移動したい方向に出した後にマウスを振って向きを変えられます。またモンスターを攻撃していると体の表面の一部が白くなることがあります。これは通称白傷と呼ばれ、さらにダメージが蓄積すると傷口となるのですが、白傷を急所突きすると高 DPS の追加ダメージが発生し、高確率で赤傷になります。この白傷つきが非常に強く、またこれができるのは片手剣だけかと思われます。急所突きが有効な部位には集中モード中のクロスヘアが強調して表示されるので、傷口が見えなくてもクロスヘアが反応する場所めがけて適当につくと意外と当たります。また白傷ができた時にはブシュッという音が鳴るので、音がしたと思ったら集中モードで白傷をサーチしてみるのもありです。白傷を赤傷にしたら自分で弱点集中攻撃してもよし、他のハンターに譲っても OK です。急所突きは空中でも出せるので、段差から傷口に飛びついたり、空中に飛び上がる技から高い部分の傷口を狙ったりできます。さらに急所突きは意外とリーチが長く、モンスターの腹下から背中に刺さったりもします。なお、集中モードはオルと1回押しで切り替える方法を推奨します。ただし集中モード中はダッシュでノートウができなくなるので、逃げるときはちゃんと E でノートをするかセクレトを呼ぶようにしないと事故ります。2つ目、滑り込み切りをうまく使う。滑り込み切りはミリシラ向けでも紹介した通り非常に強い行動です。技を出した少し後の尻をつけて滑っている間は無敵。その後の切り上げはダメージが高めです。スタミナ消費もないのでたくさん振っていけます。危険な位置から移動するとき、攻撃を狙う位置を変えたいとき、攻撃をかわして殴り直すとき、距離を詰めたいときなど、振り時はたくさんあるので積極的に狙っていきましょう。さらに切り上げは急所突きでキャンセル可能なので、集中モード中に距離を詰めて弱点をつくなんてこともできます。3つ目、大体何でも防げるガード。今作の片手剣のガードは性能が非常に高く、ほとんどの攻撃を十分防げます。また相手の攻撃に合わせてタイミングよくガードをするとジャストガードになり、スタミナ消費などを抑えつつ左で出せる優秀な反撃切りにつなげることができます。さらにガード中に右で出るガード切りはモーション中は常にジャスが判定となり、 R を押すタイミングが合ってなくてもガード切りで再度ジャスガを狙うことができます。現時点では武器スキルである攻めの姿勢が強いので積極的にガードを狙って OK です。ただしガード切りを連打ばかりしていると時間当たりのダメージが低くなるので、ガード切りのジャスガをタイミングよく狙うことを心がけた方がいいでしょう。4つ目、アイテム使用最強。片手剣は抜刀状態でアイテムを使える唯一の武器種です。ショートカットキーから直接もしくは R を押しながら E で使うことができます。
回復薬、粉塵、砥石、罠、スリンガー弾、あらゆるアイテムをすぐに使用可能です。キーボードなら F1 から F8 にそれぞれ12のショートカットを割り当てることができるので、自分の押しやすいキーによく使うアイテムを設定しておきましょう。特に生命の大粉塵は回復量も多く、調合分込みで12回分持ち込めるため、アイテムのマイセットに材料を持ち込みつつ数字キーに設定しておくのがおすすめです。なお、ショートカットから使用すれば、手持ちが切れても勝手に調合して使用されます。すかさず仲間を回復してあげて、イケメンっぷりを見せつけていきましょう。3、片手剣のスキルについて。片手剣のスキルについてですが、まずは必須というべきスキルがあります。それは切れ味の管理スキルです。手数の多い片手剣は切れ味が落ちやすく、切れ味が落ちるとダメージが落ちるため、切れ味を管理するスキルが必須となってきます。武器スキルに達人芸、技物、匠、豪人剣魔、砥石高速化のどれか一つは入れましょう。必須スキルは以上です。次に相性のいいスキルについてですが、武器スキルで言えば攻めの姿勢、各種属性攻撃強化あたり、防具スキルだと連撃、渾身、弱点特攻、左陣刺激あたりが挙げられます。逆に相性が良くないスキルは体術などのスタミナ管理スキル、100周あたりでしょうか。基本的な考え方としては、片手剣はゲージや弾数の管理などがなく生存能力も高いので、会心系スキルを中心に火力を盛りまくりつつ、自分の好きなスキルを積みましょう。ただ片手剣は味方の攻撃でめちゃくちゃひるむので、ひるみ軽減か干渉があると安心です。また会心スキルを盛りすぎると会心率が 100% を超えたりしちゃうので気をつけましょう。ちなみに自分のおすすめ装備はこんな感じです。長くなりましたが以上です。いかがだったでしょうか。今作の片手剣は初心者から上級者まで強く楽しい武器になっていると思います。
この動画がそんな強さと楽しさを手に入れる手助けになったら幸いです。その時はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは良きモンハンワイルズキーマウ片手剣生活をお過ごしください。ジェラードでした。